どうもこんにちは。ハンドオーサムコンテンツクリエイターのトコティです。この動画では Photoshop ベータに実装された生成塗りつぶしについて紹介していきたいと思います。生成塗りつぶしでは何ができるのかというと、Photoshop 上で Adobe Firefly の生成 AI によって画像にないものを足したり、背景を拡張したり、置き換えたり、これまで数時間かかっていたことが数秒で完了と公式では紹介されてますが、画面を見ながらその実力を確認してみましょう。まずはじめに Photoshop ベータは現在 Photoshop を使っている方は追加料金なしで使うことができます。Adobe デスクトップアプリのアプリ、ベータ版アプリ、こちらから Photoshop ベータをインストールしたら早速開いてみましょう。開きましたら新規ファイルでキャンバスを用意します。サイズはお好みで。ゼロから画像を生成する場合どの程度かを確認してみたいと思います。コントロール A で全選択。生成塗りつぶしというところをクリック。18歳未満は使えないこととユーザーガイドラインの同意を案内されます。ユーザーガイドラインの内容を確認した上で同意しましょう。それでは素材としてオーロラの下で演奏するバンドを作ってみます。ここにプロンプトと呼ばれる指示の文章を入れます。現時点でプロンプトは英語にしか対応しておりませんが、3つから8つの単語で作ると良いと言われてたりします。でも1単語だけでも大丈夫です。あとネットに繋がってないとできません。じゃあ生成してみましょう。プロンプト入力欄隣の生成ボタンを押して生成塗りつぶしが開始されます。髪質とメイクで魔女に寄せていってる方ですね。謎の楽器を持ってますね。魔女の呪いの道具を作ってしまいましたね。じゃあやり直してみましょう。生成したレイヤーを選択した状態だとプロパティパネルからプロンプトの確認ができます。よいしょ。なるほど。プロパティパネルから生成された画像のバリエーションを確認してみましょう。やっぱ顔は怖いですね。これの精度も徐々に上がっていくんでしょうかね。まあでもちょっと面白いんでこれで、こちらの見切れている人を含めて切り抜きツールでカンバスを広げて生成塗りつぶしでできるらしい背景の拡張を試してみたいと思います。よいしょ。で、選択範囲で範囲を指定して生成塗りつぶしですね。何も入力せずに生成ボタンを押してみましょう。はい。できました。パンダなのかなこれ。パンダメイク。いや違うな。ヘアバンドか。呪物を持った魔女とパンダができました。プロンプトにもよるかもですが、人物の顔に関しては工夫が必要そうですね。次に画像にないものを足すというのを試したいと思います。ギターのボディをちょっとここに作ってみたいと思うんですけれども、ギター、ボディ。これで生成できるかちょっと試してみたいと思います。できましたね。画像にないものを足すことができましたね。置き換えを部分的にお顔で試してみたいと思います。果たして魔女からジョブチェンジできるのかどうか。ほい。なんだろう。そうですね。ちょっと頭身がなんかあまりにもキャプテン翼ですけど、まあ。ギターのボディを生成した際に指が増えていたのでこちらを消去します。消したい場合はプロンプトの入力をせずに生成ボタンを押せばコンテンツに応じた修正がされます。まあでも指が6本あるギタリストがいてもいいと思いますけどね。そうだなもうこれですかね。パンダのお顔をどうにかしたい。これはちょっと指示してあげた方が良さそうな。これでいきなりただ生成ってしても、ちょっとやってみましょう。生成。はい。スマイル。生成。できた。いいじゃない。じゃあ同じ方向見てなんか笑ってる感じでいきましょう。背景の拡張、画像にないものを足す、一部分の置き換えができることが確認できましたが、おそらく人物にフォーカスしてないプロンプトの場合、生成される顔の精度は今後に期待といったところでしょうか。とはいえ、風景の部分などはクオリティが高いように感じました。ユーザーガイドラインに違反するプロンプトの場合、どのようになるのか試してみたいと思います。じゃあここに全裸の男をちょっと生成された画像はユーザーガイドラインに違反するため削除されましたと出ましたね。このように性的なものや暴力的なもの、差別的だったり不適切なコンテンツは生成することができません。あと注意点としては解像度と再現性の低さが挙げられます。再現性を確認するために新規カンバスに最初に入力したのと同じプロンプトで生成してみたいと思います。はい。ね、足が3本あるギタリストが
出てきてしまいましたね。一応オーロラとバンドの方がいるっていうのは抑えてはいるところですけどね。いろんなバリエーション見れるっていうのは楽しいですけどね。現時点ではまだベータ版はお試しサンプルなので商用利用っていうのはできないんですけれども、ただそのうち通常版でも使えるようになるのではないかと。ここでちょっと人物にフォーカスしたプロンプトであればゼロから生成する場合でも精度が高くなるのではということで新たなプロンプトを試します。プロンプト内容は髪の毛と服が緑色の赤ちゃんが木製のおもちゃをかじっているというものです。あれ？意外に全てのバリエーションで髪の毛が緑色という指示はスルーされましたが、やはり生成する対象がはっきりしていると精度が高くなるようです。素材を用意せずに生成塗りつぶしゴリ押しで絵作りする場合、背景と被写体を別々に作り後から合成などのプロセスが向いているのかもしれません。ちなみに同じプロンプトで別の画像生成 AI のステーブルディフュージョンにてとあるモデルを利用したものがこちら。また別の画像生成 AI ミッドジャーニーで生成したものがこちらとなっております。最後にですね、このミッドジャーニーで生成した赤ちゃん画像を使って背景の置き換えを試してみたいと思います。被写体を選択。はい、被写体を選択できました。選択範囲を反転して背景を選択できました。選択範囲をちょっとですね、10ピクセル拡張させて、境界のぼかしを、同じく10ピクセル入れます。はい。ではちょっとこれで生成塗りつぶしをしてみたいと思います。はい。宇宙空間に果たしてスペースベイビーは誕生することができるのか。おー、スペースベイビーが生まれましたね。なんだろう。なんかいいですね。そうですね。ちょっとプロンプトを変えてみましょうかね。これが例えばユニバースってやるとどうなるのか。はいはいはい。はあはあはあ。ほうほうほう。ベジータやナッパがやってきたポットに乗ってきた赤ちゃんですね。ちょっとまたプロンプトを変えてみたいと思います。次はギャラクシーで。はい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 。あ、強そう。ちょっと砂漠に放り出してみましょう。ちゃんと影まで生成されてる。なんかちょっとかっこいいじゃん。いいね。こんな子供を砂漠に連れて行くとか。親は何してるんだ？密林の赤ちゃんですね。手が勝手にブレてる感じに躍動感がありますね。ばったり出くわしてしまった笑顔の赤ちゃん。脅威を感じますね。なんか虎とかに出くわすよりもギョッとするかもしれないですね。もしかしたら DJ のいるクラブにいる赤ちゃんをちょっと見てみたいというところで。めっちゃいいじゃないですか。めっちゃいいですね。選択範囲を変えた分だけ反射光みたいなところも入れてくれてね。めっちゃいい。めっちゃいいな。いいですね。このね、手を添えてあるのがいいですよね。親ですかね、多分ね。いい結果が得られました。いろんなね、バリエーションをこう短時間で作ってみれるっていうのは魅力かなと思いますね。これピクミンみたいで可愛いですね。ちなみにこのバリエーションなんですけれども、データを PSD で保存して閉じて開き直した時も残っているので、そこも便利な点だなと思います。ビジュアルのアイデア出しとか、あとは素材はちゃんと用意した上で一部分の調整に使用するっていう使い方がいいのかなというふうに感じました。どういう風に活用するのがいいのかとか、絵を作る、最適なプロセスとか分かってると、より創造性を発揮できるかもしれないなと思います。というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。さようなら。